あなたはよく神社に来ますか？まだ人が少なくて空気が少しひんやりしている。鳥居をくぐって砂利の音を聞きながら歩いていく。なぜかあの瞬間だけ頭の中が静かになって自分のことをちゃんと考えられる感覚ありませんか？実はあれ、ただの気のせいじゃなくて神社に行く人が得ている特別な感覚なんです。どうも、旅する起業家のルキです。今回は神社に行く人がなぜか人生うまくいく本当の理由を7つご紹介します。神社によく行っている方はもちろん、最近なんとなく流れがうまくいってないと感じる方にもヒントになる動画になっているので、ぜひ最後までご覧ください。神社って日本人にとってかなり身近な場所ですよね。初詣や七五三、受験や仕事の節目など、人生のタイミングで自然と足を運んできた人も多いと思います。また、日本の歴史を見ても、多くの武将やリーダーたちが見えない力との接点を大切にしてきました。例えば、天下統一を果たした徳川家康は、神仏への信仰を大切にしていたことで知られていて、戦や重要な決断の前には、祈願や参拝を行っていたと記録にも残っています。さらに、神道の考え方は、自然と共存する精神性として、海外の研究者や文化人からも関心を集めている文化の一つです。人生の選択や思考を整えるための場所として使われてきたんです。では、ここから、そんな神社に行く人が、なぜか人生うまくいく本当の理由7つをご紹介していきます。神社に行く人はなぜか人生うまくいく本当の理由7選。1、自分の願いを言語化している。神社に行く人ってただお願いしているように見えますよね。でも実はあの行為って心理学的にも意味があって、目標設定理論という考え方では、人は具体的な目標を持った時に行動の質や成果が大きく変わると言われています。曖昧にうまくいきたいと思う人と、こうなりたいと明確に願いを言語化している人では、現実の動き方が全く変わるんです。さらに脳の仕組みで言うと、ラストという機能があって、一度これが欲しい、こうなりたいと意識すると、それに関連する情報やチャンスに気づきやすくなります。神社で願いを言葉にする行為って、まさに自分の目標を明確にする行動なんですよね。普段の生活で、この自分の願いをちゃんと言語化して説明できる人って、そんなに多くないと思うんですよ。で、僕個人的なお願いする時のポイントなんですけど、漠然とした願いよりも、具体的な願いの方が、より現実に反映しやすくなります。金持ちになりたい、神様お願いしますだと、抽象的すぎるので、自分はこういった挑戦をします。または、こういった挑戦をしています。そして、こういった結果を出したいです。神様、応援してくださいみたいな、お願いというより報告みたいな、この方が目標の解像度が上がり、達成しやすくなります。2、行動範囲が広がり、人生の選択肢が増える。例えば、この神社に行ってみたいというきっかけで、普段行かない場所に足を運んだり、そのついでに観光したり、新しいお店に入ってみたりする。こういう行動って一見小さく見えるんですけど、実はこれ、人生の行動範囲と選択肢を広げるすごく大事な動きなんです。人って同じ場所、同じ行動を繰り返していると、どうしても思考も人生も固定されていきます。でも神社に行く習慣がある人は、どこどこの神社に行くをきっかけに、新しい場所や体験に触れて、自然と人生に広がりが生まれていくんですよね。神社巡りと旅の最強のセットです。僕も東京に住んでた頃は、ほぼ渋谷あたりにいたんですが、江ノ島神社に行きたいから江ノ島に行くとか、箱根神社に行きたいから箱根に行くかみたいな、神社を目的にすることで自動的に旅行して行動範囲を広げてました。3、見えない力を大事にする。神社に行く人って見えない力を大事にしてる人が多いですよね。でもこれって単なるスピリチュアルな話ではなくて、そもそもこの世界にはまだ科学で完全に説明できないこともたくさんあります。例えば、なぜか神社に行くと空気が違って感じたり、気持ちがすっと軽くなるあの感覚。あの感覚を科学や論理で全て説明してと言われても正直難しいと思うんです。でも確実に感じるものとして存在している。神社に行く人は、こういう今の文明ではまだ証明しきれてない感覚を否定せずに大事にしてるんですよね。信じるかどうかは人それぞれですが、少なくともそういう感覚を大事にできる人の方が流れやタイミング、人との縁といったものをうまくつかめるようになるとも感じています。無理に証明しようとするんじゃなくて、うまく活用する。このスタンスが人生をうまく進めていく上でかなり大事です。僕がこれまで出会ってきた成功者の人たちや豊かな人生を送っている人は、この目には見えない力を信じている。うまく活用している人が多い印象です。4、感謝をできる。神社に行く人って自然と感謝をする習慣がある人が多いですよね。
これってただ性格がいいというだけじゃなく、実は脳の働きにも関係しています。人はありがとうと感じたり言葉にした瞬間にセロトニンやドーパミンといった幸福感に関わる物質が分泌されると言われています。感謝するという行為そのものが自分の気分や状態を整えるきっかけになっているんです。さらに面白いのが、感謝できる人ほど人間関係も良くなりやすい。人に対して悪い部分ばかり見たり不満を溜めるんじゃなく、前向きな見方ができるようになるので、自然と信頼関係も築きやすくなります。神社に行く人はお願いだけじゃなくて、いつもありがとうございますと感謝を言葉にする機会がある。その感謝できる姿勢が自分の状態を整えて周りとの関係性を良くし、人生も豊かにしていきます。5、静かな時間を楽しめる。神社に行く人って静かな時間を自然と楽しめる人が多いですよね。これってかなり重要で、今の時代はスマホや SNS、情報が常に流れてきて、脳からするとずっと刺激を受け続けている状態なんです。実はこういう状態が続くと集中力や判断力が落ちたり疲れやすくなるとも言われています。今集中力が続かない人が増えているのもこのスマホ文化が原因です。逆に何も考えない静かな時間や外部の刺激が少ない環境にいると脳はリセットされて思考がクリアになりやすいんです。神社は音も少なくて自然に囲まれていて、まさにこの静かな状態、行くだけでその環境に身を置けます。神社に行く人はそこまで意識はしてないけど、自然と脳をリセットして本来のパフォーマンスを取り戻しているんです。僕が東京に住んでる頃、どこに行っても情報や音が多くて脳が疲れ切ってました。そんな時は原宿にある明治神宮に行ってました。東京のど真ん中の原宿にあるにもかかわらず、中は静かで気も良くて、そこまで人も多くないので、東京にいる人は疲れ切った脳をリフレッシュできるいい場所なので、ぜひ行ってみてください。6、不安や迷いを一度リセットできる。人って一度悩み始めると同じことを何度も考えてしまってどんどん抜け出せなくなることってありますよね。実はこれ脳が同じ思考をループしている状態とも言われています。でもその負のループから自力で抜け出すのって割と大変だったりします。でも場所を変えたり環境を変えるだけでもこの負の思考のループって自動的に抜け出せることがあります。そういう意味では神社は普段とは違う非日常の空間で静かで神聖な場所ですよね。そんな中で自分の迷いや不安を言語化して決意を決めたりもできる。神社に行くことで頭の中を一度リセットして冷静に物事を考え直すきっかけになるんです。神社に行ったからなんかわからないけどすっきりした気がする。これからはうまくいく気がする。この気がするってすごく大事ですよね。自分がそう思えば思考も行動も変わるので、現実はその思考と行動に合わせて変わっていきます。7、成功者は神社に行く。ここまで見てきた通り、神社に行く人って自分の願いを言語化して感謝をして静かな時間を待って不安や迷いをリセットして見えない感覚も大事にしている。これって実はそのまま人生がうまくいく人の思考習慣でもあります。つまり成功している人が神社に行くというよりも、こういう思考や行動を持っている人が結果的にうまくいっているとも言えます。もちろん全員が全員じゃないけど、神社に行く習慣はこの人生がうまくいきやすい状態を作りやすい。経営者や会社の役員、芸能人などの成功者には意図的に神社に行っている人が本当多いです。僕のイメージなんですけど、一種の自己暗示、ルーティンを大事にしてると思うんですよね。験担ぎというか、神社に行って謙虚に素直にお参りできた。きっとこれからもうまくいくみたいな、この信じ込む力で成功という結果を出しているんじゃないかなと思います。まとめ、ここまで7つ紹介してきました。神社に行くという行為は、願いを言語化して行動範囲を広げて選択肢を増やして感謝をして静かな時間を持って不安や迷いをリセットして見えない感覚も大事にする。そして成功者との共通点でもある。こういう状態を定期的に作れている人が結果的に人生もうまくいきやすくなる。神社ってそういう自分の状態を作るきっかけの場所なんですよね。もし今少しでも迷っていたり気持ちをリセットしたいと感じているなら、一度近くの神社か有名な神社に足を運んで静かな空間の中で自分と向き合う時間を作ってみるのもいいと思います。すでに定期的に神社に行くことが習慣の方はとてもいい習慣なので継続する価値あります。もし行くなら午前中で一人で行くことをお勧めします。誰かと行くと気を使ったり気が散ってしまって自分と向き合うことに集中できなくなるので、一人で人も少ない静かで澄んだ空気の午前中の参拝がいいと思います。このチャンネルではこれからも旅と人生にまつわる動画や世界の実業家たちのためになる情報、そして自己理解や成功法則を軸にあなたの人生のスイッチを押す発信をしていきます。
ここまで見てくれているあなたは、さらに自己成長できるすごい人です。最後までありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。一緒に成長していきましょう。